こんにちは。クラインズです。本日は令和3年度の長岡京ガラシャ祭りがあいにく中止となったため、代替事業として細川ガラシャをもっと好きになってほしいリレートークの講演者として2人目の山田隆さんに続きお届けします。本日お話ししたいのは、細川ガラシャの輿入れと昇龍寺城での新婚生活です。天正6年、1578年に、ガラシャという洗礼名で知られている明智光秀の娘玉が細川藤孝の息子忠興と結婚します。現在の長岡京市の昇龍寺城に輿入れし、それから1580年に宮津城に移るまで、2年間そこで新婚生活を送ります。で、忠興と玉との結婚の政治的背景、そして細川家と明智家との関係については、すでにこのチャンネルで小和田先生が詳細に説明しました。ご興味のある方はぜひご覧になってください。で、今回の講演は玉の婚礼はどのようなものだったのか、そして昇龍寺城での生活はどのようなものになったのか、具体的に見ていきたいと思います。その婚礼について知る手がかりはどこにあるのかと、当時の資料は実は全く残っておりません。そしたらどうやって分かっているのかというと、細川家の最も古い伝記が残っています。それは忠興公譜と言います。で、私のところにその忠興公譜の資料があります。5冊からなるもので、これは写本です。この資料は2年前に東京の古本屋さんで偶然に見つけました。もう見つけた時にすぐ私の勤め先の国際日本文化研究センターの図書館に電話して、もうすぐにこの本を入手してくださいと言って押さえました。これはこのものです。和装本で5冊になりますが、こういうふうに忠興公譜という形で細川忠興の伝記が編まれています。かなりちょっと虫食いもありますが、非常にきれいな写本でありまして、字体は非常にきれいだけどちょっと読みづらいところがあります。これはどういうものなのかというと、細川家の宇土藩、つまり熊本藩の師範の藩主細川幸隆が、作るように命じています。で、この幸隆というのは忠興の孫にあたります。彼は忠興を実際知っていて、忠興に可愛がられた人です。それで宇土藩に移ったちょうど忠興が死ぬ直後に移った時にその自分のルーツについていろいろ調べたいと思っていたと思います。それで家臣にこれを作るように命令をしています。で、その中に当時、細川家に残っていた資料をよりどころにして、作っていることと、結構この忠興の昔話いろいろ入っています。全体としてはやはり忠興を実際知った人が命じたので、かなり信憑性の高い資料であると言えます。この忠興と玉との間の結婚について記述があります。中をめくりますと、同年
これは天正6年のことですが、忠興公、ご婚礼は昇龍寺にてのことなり、ご夫婦お会い年にて16歳なり、この時、お祝言のお座敷、八畳敷と次の間六畳敷なり。この記述からわかりますように、婚礼が昇龍寺上で行われました。で、これは現代の結婚式のようなものは当時存在しませんでした。現代のように披露宴で新郎新婦の両親とか親戚友人が集まってパーティーをやってることは当時はやっていませんでした。じゃあ武家の結婚式はどういうものだったのか。まず新婦は自分の生家で白色の結婚装束に身をまとい、そして直の城で両親と別れてから輿に乗って嫁入りする家の城に向かいます。当時玉は光秀の居城である坂本城にいました。坂本城と昇龍寺城との間に、距離的に30キロ強あります。1日では到底到着できないので、途中でどこか泊まっていたと考えられます。途中というともう京都しかありません。京都のどこで泊まったのかはわからないんですが、おそらく1日目朝に坂本城を出て、夕方に京都に着いて、そこで一泊して、次の日に京都から出発して、夕方頃に昇龍寺城に着いたのではないかと、推測されます。この輿に乗って婚礼行列するっていうのは、今にはもう見られないものなんですが、当時としては、武家の娘が輿入れするっていうのは、輿に乗ってそして大勢の従者がついて動きます。婚礼の行列ができます。そして普通だったら国が隣接する場合は、この国境でまず花嫁の家臣たちが行列をして、国境で一旦その輿を向こうの方の家臣たちに渡して、その家臣たちが自分のお城に連れて行きます。こういう形で行われていました。この細川忠興と明智玉との間の結婚については、明智左之助という、秀光とも言いますが、彼が玉の輿をに連れて行って、そして細川の家臣である、松井康之にお渡しします。これはお輿渡しと言います。そしてお輿受け取りと言います。これはこの忠興公府ではなくて、もう一つの細川家の伝記である面孔収録に載っています。この面孔収録はさらに100年後の18世紀の終わりぐらいに出来上がっていますが、それでも細川家の資料を使ったかなり信頼のおける資料であります。この婚礼についてもう一つの記述が同じ忠興公府に入っています。読み上げます。その見切りの話に、当世はお物ごと結構になりたり、身どもが女房は明智日向の神の息女にて、丹波一国に越州氏が一軍治業する文言にて、女房乗り物三邸にて来たりなりと書いてあります。
一応その時の物事が結構であったと忠興はその当時の話として振り返っているんですが、細川家は由緒正しい家であっても信長家臣団の中で明智家の方が細川家よりもランク上だったんですね。そのランク上の、大名の娘を嫁としてもらえたと忠興が非常に誇りに思って、そしてそれとともに玉への尊敬の意味もこの文章の中から伺えます。今図版ではガラシャの腰入れの行列の屏風が映っています。今のテキストでは三帝の腰という言葉がありました。三帝の腰というのはまず真ん中の腰に玉が入っています。あと2つ腰がありますが、どういう方が入っているのかというと、当時の資料を見ますと大体中老と呼ばれる人が載っています。中老というのは次女の中で、中以上の位の、人であって、この次女たちは一緒に細川家に移る、明智家から細川家に移ります。でこの三帝の腰の他に多数の従者もついていきます。玉に従って一緒に細川家に移る、次女たちもあれば家臣、明智家の家臣もいます。そして警護にあたる家臣たち、そしてお嫁道具とかですね、生活道具、贈り物、いろいろなものを長持の中に入れて持っていきます。長持というのは、蓋付きの箱で物を運ぶためにあります。全部で付き添いの人々は数百人に上ります。これは大行列なんです。でその大行列の中のその家臣たちは大体当時の資料を見ますとかなり自分を着飾っています。ある資料では自分の武具にいろいろな金とか銀を施したりして華やかな姿で現れます。もうまさしくこの行列自体が一つの披露宴のようなものです。そうすると沿道でも多くの人々が見物します。その当時の資料を見ますとやはり結婚式の時に大勢の見物客がいたという記述がいくつかあります。でそれは領民なんですね。その国の領民なので一応行列は領民にアピールするそういう働きがあります。ここで明智家と細川家が縁組みをするそういう意味合いもこの行列に実はあります。そして一大パレード、一大イベントとして考えてください。単に三帝の腰で寂しく言ってるんじゃなくてもう本当に祭り状態ということになります。でこの三つの腰なんですがこの3という数字に、非常にめでたい意味が込められているんです。これ偶然に3つではなくてわざと3つの腰にしているんですね。割り切れない数字ですので縁起がいいということで3つの腰をしています。さて玉が鍾龍寺城に着くと鍾龍寺城の中の御殿に案内されます。その案内役というのは町上老と言います。この上老というのは細川家の中で、かなりの経験を積んだ長年働いた次女のことを上老と言います。で町上老というタームというのはそういう結婚式の時に
花嫁のお世話をする人を待ち上路、花嫁を待つ人を待ち上路と呼びます。で、その人はこの屋敷内を案内するだけじゃなくて、結婚式自体お祝言と言いますが、このお祝言の進行役を務めます。連れられていくのはこの屋敷の一番奥の間なんです。ちょっと今画像を出しますが、ここにこの一つの屋敷、昔の武家屋敷がありますが、その一番奥に部屋が見れます。おそらくこういう部屋に玉が案内されました。奥座敷と言います。こういう部屋はだいたい庭に面していて、非常に重要な客を入れる部屋になっております。で、そこでお祝言が行われます。これは先ほど話したように、この、お祝言のお座敷、八畳敷と次の六畳敷の間のことを指しているんですが、そこでお祝言が行われます。当時の資料を見ますと、お祝言はいつも3日間かかります。これもまた3という数字が出ました。で、1日目と2日目に新郎新婦と待ち上路3人だけが参加しています。そこで式参婚、そして供の式が行われます。式参婚というのは何かというと、3人でお酒を飲むことです。まず新婦が肺に口をつけて、続いて新郎、そして最後に待ち上路がお酒を飲みます。これには3つの杯が用意されています。大中小の杯で、各杯については3回飲みます。一口目、二口目はもう本当に口をつけるだけ、3口目はようやく少し飲みます。それを大中小3回行いますので、全体として9回お酒を少し飲みます。現代の三三九度にあたります。そして、実はそのお酒を注ぐ、釈給仕を務める侍女も3人います。これもまた3ですね。男女ともに白色の装束と決まっていました。これは2日間続けます。2日間はこの3人だけの非常にプライベートな空間で、言ってみれば玉と忠興はそれまで会ってないですね。これで初めてお会いしますので、2日間かけて、お互いに慣れていきます。そして3日目になると、ようやくこの白色の装束を脱いでお色直しをします。今度は色のある装束に着替えます。それで着替えて向こうの両親と家族に面会できます。これで初めて面会します。そしてある資料によると、ここでまた式参婚を両親お二人ともやります。こういうふうに式が3日間続きます。先ほど話したように、この8畳敷と6畳敷の間っていうのは、この式が行われる間であります。少人数の式ですので、そんなに大きな部屋はいらないです。2つの部屋だけで簡素なものだったと思われるかもしれませんが、3人だけで執り行われるお祝言ですので、それぐらいのスペースで十分です。で、その後にですね、3日間が終わった後に、場合によってはこの嫁の家族みんな入れて盛大な宴会も行われたりします。
多摩の婚礼については、実は長岡教師が YouTube で動画を公開しています。で、これは小和田先生の監修のもとで、もうできる限り史実に近い形で出来上がっています。で、今回は触れなかった千秋万歳の音階桶、そしてかがり火、あるいは掛け守りなど非常に詳細に説明がありますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。こういうふうにして、多摩の結婚式が終わります。そして昇龍寺上で生活を営むようになります。どのような生活だったのでしょうか。それについて、昇龍寺上の発掘調査がありますので、その発掘調査をもとに出来上がった復元図を今見せたいと思います。この復元図を見ますと、まず城壁があります。石垣なんですね。当時としては最先端なお城として評価されています。そして2つの門がありました。南門と北門。他に多聞櫓もの跡も見つかっています。北側には米田屋敷と松井屋敷があったと考えられます。そして西側には沼田丸、南側には、昇龍寺村と昇龍寺観音堂があったようです。東側はどうも田んぼだったような感じを受けます。そして南西には天守があったのではないかと考えられています。この天守の中ではいろいろな文化的な活動も行われたようです。この復元図を見ますと、この本丸にぽつりといくつかの建物が見えますが、ほとんど空き地になっています。で、実際の本丸は空き地ではありませんでした。屋敷がいろいろ建っていたと考えられます。ただ、当時の伝統工法で作られた御殿というのは、使い石の上にそのまま木組みをポンと置いてしまうので、それがなくなるとほとんど何も残らないんです。で、実際の発掘調査ではいくつかの礎石が見つかったので、おそらくいろいろな建物が建っていたということが言えると思います。少し当時の御殿についてお話をしたいと思います。このためにはジョアン・ロドリーゲスというポルトガル人のイエズス会士の資料を使いたいと思います。このロドリーゲスは1577年に日本に到着して、日本語そして日本文化に非常に精通して、秀吉とか家康の通訳も務めたほどでした。彼は日本文化について、趣向本を書いていて、それが伝来しています。その中で戦国武将や有力な武家の御殿について非常に詳細に記述をしています。彼によると、まず城壁があります。これは当然なんですが、で門があって、その門に入ると広場に着きます。広場にいると、そこに2番目の城壁、あるいは門があります。それを通るとようやく御殿に着きます。で、ロドリーゲスによると、いろいろなお城があるんですが、すべて例外なくもうびっしりと建物が中に建っている。本丸はもう建物の群像で埋まっていると彼は書いています。
まず今話したようにこの門があって、そこに役所とか応接施設があって、一番奥に、この殿様とその家族が住居として使う空間があります。さらに女性たちは一番奥に住んでいます。今でも大奥とか江戸城のことで知られているんですが、これは江戸城に限らず当時のどの武家の屋敷でもそういう形をとっていました。でさらにこの本丸の中にこの侍女たちとか従者たちの、あるいは家臣たちの住居もありました。先ほど見せた図の中に多聞櫓がありますが、そういう長屋は、家臣たちの住居としても使われていました。面公収録に戻りますと、天正5年1577年に、正隆寺神像の御殿という記述があります。つまり玉が腰入れする 1,2 年前に新しい御殿が建造されたということになります。玉は新築に近い御殿に引っ越してきたということになります。でこの正隆寺城のその御殿はどういう作りになっていたのか、残念ながら当時の絵は残っていません。しかし、当時の他の絵では御殿はどういうものだったのか書いてありますので、その参考になるものとしては上杉本洛中洛外図屏風を見せたいと思います。今出ていますが、この上杉本というのは天正2年1574年に織田信長が上杉謙信へ贈られた図屏風ですと、伝えられています。で以後米沢藩の上杉家に伝来し、現在米沢市上杉博物館で保管されています。狩野永徳の作であると考えられ、年代は永禄8年1565年と推定されていますが、景観はそれよりも前の1540年代であると考えられています。その中に戦国時代の御殿の描写が見られます。中でも細川殿と書いてある屋敷があります。この屋敷は当時の御殿の構造を見事に表していますので、本日使いたいと思います。で細川殿と書いてあるので、細川家と関係あるかというとそうでもなく、寒冷家だった細川家の屋敷の描写で、同じ細川でも異なる流れを組む一族の細川藤孝忠興と、無関係です。あくまでも当時の御殿作りの一例として、この絵を見せたいと思います。当時の御殿というのは決まった作りになっていましたので、大体どこも同じ作りになっています。なのでこの御殿を見れば大体この正隆寺城の御殿はどういうものだったのかは、想像ができるかと思います。絵の中を見ますと、まず周りに壁があります。でこれは当時の京都の街中の屋敷ですので、もちろん正隆寺城のように城壁はありません。ただ、この壁を城壁と考えて置き換えれば、イメージがつくかと思います。そして中にこの最初の門入ると広場が見えます。大体の当時のお城は門入るとまず広場があって、その奥にはまた城壁か壁があります。
でここにはこの壁の間に御殿が見えるんです。この御殿の入り口なんですが、これは遠侍と言います。ここにお客さんの接待、受付がありました。これは大きな建物で、入り母屋造りであって、そして玄関の扉が見えるかと思います。でその建物の奥に、また一つ大きな建物が見れます。これは主殿です。一応昇龍寺城であれば藤高の居住空間であります。さらに左の方に行きますと、いくつか建物があって、これはもう主殿の続きであって、そこに大きな庭が見えます。こういう武家屋敷には必ず庭が必要不可欠でした。いろいろな部屋があって、その部屋から庭を鑑賞しながら、仕事したり談話したりしていました。そして庭の真ん中に橋堤という橋があります。これは東屋を橋の上に作った形のものなんですが、これもこの時代の武家屋敷には欠かせないものでした。こういうふうな豪華な庭が必ずついていました。そしてさらに右奥行きますと、これは北側になりますが、奥の屋敷があります。これはまず鯛の屋、この殿様の家族が住んでいるいろいろな建物や台所などがあります。そして台所があるところは必ず井戸があります。発掘調査でいくつかの井戸が出土されました。これはその一つの写真です。これは昇龍寺城の北側に位置しています。ここでは近くに台所があったのではないかと思われます。台所といっても一つの部屋じゃなくて、当時の台所は一つの建物でした。すごくたくさんの人が住んでいますので、台所は一つの厨房になっています。言ってみれば台所はホテルの厨房のようなもので、各細川家の家族、殿様、お客さん、そして次女たちなどのために、この昇龍寺城に住むあらゆる人たちのための料理が作られていましたので、非常に大きな厨房だったはずです。後でこの絵に戻りますが、そこに緑のところが映ります。これは畳です。当時としては畳は非常に貴重なもので、一般の人は使えなかったんです。大名だからこそ、こういう贅沢な作りができていたんです。今お見せしましたこの細川殿っていうのは、当時として典型的な中世武家住宅の一例です。で、昇龍寺城の本丸御殿もこれによく似た構造をとっていたと思われます。ただこの絵はあくまでも抽象化されています。いくつかの建物しか写っていませんが、実際はもっとでかいところだったんです。もう無数の建物と部屋が一つの集合体を作っていたんです。昇龍寺城で見ますと、東西120メートル、南北80メートル、数えますと9600平米、2900坪ほどのスペースです。ここにはこの土塁とか門とか、庭、いろいろなスペース、広場とかもありますが、それでもかなりの大きな規模だったと思われます。
先ほども話したように、大体本丸御殿はぎっしりと建物が詰まっていました。この絵の主殿の奥のところに、2人の女性の姿が見えます。ここからちょっと玉もこのような形でいたんじゃないかなと私は感じます。先ほど話したように女性は一番奥の部屋に、奥の建物に住んでいました。そこには殿とその家族以外の人は全く入れませんでした。そうすると、この鍾乳寺城に玉が住んでいるときは、侍女たちに囲まれて生活をしていたと考えられます。イエズス会の資料によると、少なくとも17、8人の侍女が彼女に仕えていました。これらの侍女たちも高い位の方も多くて、屋敷の中に自分の部屋を持っている人もいました。で、侍女たちはこの玉の世話をします。何でもします。料理運んだり、必要なもの運んだりしています。玉が手紙を書くときに代筆したりします。すべての見回りの世話をしています。屋敷の中に下女たちも数多く働いていますが、こういう人たちは主殿の中には入れないんです。あくまでも外の世界との関係は全部侍女たちを通して行われました。この絵ではあまりよく見えないかもしれないんですが、当時の女性の服装としては小袖を着ています。現代のような着物はこの時代まだ存在していませんでした。小袖とその上に打掛という、非常に豪華な服装を、彼女たちは身にまとっていました。で、今の着物よりずっと幅広いですので非常に動きやすいです。我々はその当時の女性が正座をしているというイメージを持っていますが、実は正座は割合最近にできた座り方であって、当時は縦膝といって、半分あぐら座で一つの足を、一つの膝を立てているという、そういう、非常にラフな形で座っていました。屋敷の外に出るときに内着という小袖のようなものを頭にかぶっていました。この絵では外に出るときの姿が見えます。ガラシャの服装は特に豪華なものだったとイエズス会史の記録に残っています。食材ももちろん大名普請にふさわしい上等なものを用いていました。これも玉の手紙から伺えます。台所で調理された料理を侍女たちが彼女のもとに運んで行く、もうまさしく高級ホテルの暮らしのようなものだったと思われます。そして生活道具も非常に豪華でした。このくらいの身分の高い人は、生活道具は大抵蒔絵の施された漆器でした。この時代の漆器は細川家の衛星文庫にたくさん残っています。一例として朱塗り金蒔絵の灰を見せたいと思います。で、これはちょっと年代がはっきりしていませんが、明智家から一緒に細川家に移った小侍従と呼ばれる次女が細川家の家臣であった松本稲葉に嫁いだ時に与えられたものであると伝えられています。1979年に
古事住の子孫にあたる平田家の方が、これを永世文庫に寄贈しました。でこの朱塗りの灰に金蒔絵で鶴と松が描かれている。また複数のところに供養の紋も見られます。この供養の紋章は中央の大円に8つの荘園が配置されている紋章ですが、忠興が信長から与えられた紋章で、忠興の代以降で細川家の紋章として使われていました。当時の細川家のさまざまな漆器にこの供養の紋が見られます。戦国時代の漆器っていうのは基本的にオーダーメイドでした。一般に今みたいに作って一般的に売るんじゃなくて、注文して、要望通りのものを漆器の職人が作っていました。なので、非常に高価なものだったんです。一般の人の手には届かないんです。大名クラスの人にしか使えないというものでした。でこの灰についてはちょっと年代の特定の調査研究はまだ必要ですが、当時の漆器の一例として見ていただければと思います。また当時のものとして特定できるものの一つは、忠興の自作の下げ銃が挙げられます。今見せていますが、お弁当やお酒を持ち運ぶための箱です。これを忠興が自ら作ったと伝えられています。ナスの形をして、洗練された非常に見事な作りです。玉はこのような非常に贅沢なものに囲まれて、鍾龍寺城でお姫様として多くの侍女たちに貸し継がれて暮らしていたと思われます。鍾龍寺城にいる間に、玉は長女お蝶と長男の忠敬を産みます。不自由のない幸せな新婚生活を過ごしたことが分かります。天正8年1580年に丹後への国替えにより新築された宮津城へと移ります。これにより鍾龍寺城での2年間余りの生活は終わりを迎えます。本日は玉のこし入れと鍾龍寺城での生活について簡単に述べました。さて、最後のリレーは熊本大学永世文庫研究センター長の稲葉嗣治さんにつなぎます。次回もぜひご覧ください。以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。